はい、皆さんこんにちは。この DK フレキ、前回橋渡しの方をしました。それでね、作った後にいろいろね、見ていたら、この橋渡しの橋ですよね。この橋が、シャーシよりも高い位置にこっちの電池が入る側あったんですよね。そうすると電池がその分高くなってしまうのが気になったので、この厚さを1ミリに削りました。そしたら段差がなくなって、ほぼほぼね、辛い位置ぐらいになったので、ただ厚さが薄くなると強度面心配だなと思ったので、削ったところに瞬着 3S の方を塗ってやります。これでね、少しは補強できたかなと思うんですよね。もうね、削り方に関してはひたすらヤスリでこうやって削ってノギスで測っての繰り返しで地道にやっていきました。なんかこの辺ね、最初に気づいていれば板ヤスリとかでね 1mm の厚さに削ってからとかできたんですが、後からねちょっと気づいてしまったんで、多分ねここの高さ調整で使ったプレートね削っているんで、その分上にね上がってしまったんだと思うんですよね。高さ調整に使ったプレートを削らないで、こっちの端を 1mm ぐらいに削って、下側を削る感じっていうんですかね。そんな感じでも良かったのかなと思います。で、今回やるのは、実際にタイヤとかギア類とか取り付けてって動く状態にしていきたいと思います。こちらの DK フレキ、もうフレキのところまでは終わったんで、なんて言えばいいのかな、DK フレキマシンとでもちょっと解明して今後呼んでいきたいと思うんですが、こちらの DK フレキマシン、まず最初にタイヤ系は僕最近ね 23.5mm から 23mm ぐらい、それぐらいのタイヤを使うんで、前にちょっと使っていたものがあったんで、これをとりあえず取り付けていきたいと思います。もうね、この部分とかリムがね欠けてしまってるんで、実際使うタイヤはゆっくりしっかりこの後作っていこうと思うんで、仮のねタイヤとしてこれを使っていきたいと思います。タイヤ系の方は 23.46、 だいたい 23.5 あるかないかぐらいの多分タイヤ系になっていると思います。 23.46、 23.46、 23.46、 すごくないですか？全部 23.46 ですね。走らせていたんでだいぶタイヤ系馴染んだんですかね。こちらのタイヤで、僕シャフトはね基本的にノーマルシャフトを使います。ノーマルシャフトか中空のやつですね。最近このノーマルシャフトがやたら曲がっているんで、なかなかねまっすぐなものがないんで、ちょっとで貴重なんですよ、僕の中で。在庫がね少なくて、一応曲がりのないものを使っていきたいと思います。組み付けに関してはそんなにね説明するとこないんで、この辺ねサクッとタイヤ取り付けていきたいと思います。まずね前後ユニットを外してやっていきたいと思います。はい、分解の方が終わりました。こんな感じ。先ほど言っていた橋渡しはこんな感じですね。厚さがだいたい 1.1mm ですね。 1.1mm ぐらいまで削ってあります。それでホイールにシャフトを通して、このベアリングワッシャーですね、ベアリングワッシャーを入れて、今回軸受けのベアリングは HG マラーナボールベアリング、こちらを使っていきたいと思います。これですね。ベアリングオイルはイトイレーシングのものを使って取り付けていきたいと思います。はい、取り付けが終わりました。こんな感じですね。ちなみにベアリング類は全部出しの方をしてやります。こんな感じで回ります。でね、スパーギア結構こうねグワングワンになるやつあるんですよ。これはねだいぶまっすぐ、かなりいい感じですね。グワングワンになったり縦にこういう風に揺れたりするスパーギアが原因っていうのもありますし、シャフト自体がね曲がっていると縦に揺れたり横に揺れたりします。この状態で回してみて、大きくブレるようなスパーギアだったりシャフトは
使わない方がいいかなと思います。こんな感じですね。で、DK フレキ、このね、ギアが当たる部分とか、この辺削ったので、このスパーギアが動いても、こう、当たらないようになっています。こんな感じですね。リア側もやっていきたいと思います。はい、リア側も取り付けが終わりました。こんな感じ。リア側もいい感じですね。ちょっとスパーギアが波打ってるような感じがするんですが、まあ問題ないかな。これぐらいだと。もうね、ひどいやつはね、目に見えてね、こういう風になるんで、そういったのは使わない方がいいかなと思います。こんな感じになります。次はターミナルの方を取り付けていきたいと思います。僕ね、使うの大体同ターミナルなんですよ。まあ理由はなんか、キットがね、たくさんあって、そこから回収するんで、同ターミナルが多いんですよね。で、あんまね、手で触らない方がいいんですが、僕はあんま気にせず触っていきます。こんな感じで、もう入れるだけですね。ただこのまんま入れると、接点、ターミナルのね、この部分が電池を入れると潰れてしまって、通電しなかったりとか、通電しにくくなったりするので、ここの間に 2mm のブレーキスポンジを挟んでいきます。これね、3mm だときつすぎて、1mm だとペラペラすぎるんで、2mm がね、ぴったりです。これを適当なサイズにカットして、もうね、間に入れていくだけですね。なんかあんま僕ね、大きさとか気にせず入れていきます。本当はなんか気にした方がいいのかな。なんかあんま大きすぎても良くないような感じがしますし、ちっちゃすぎても効果がないので、とりあえずね、接点が潰れないように、それぐらいの大きさにしていただければなと思います。だいたいこんぐらいのサイズ。これを間に入れていくんですが、このね、両面テープがあるやつ、ちょっと入れにくかったりするんで、もしやりづらい場合は、緑色のブレーキスポンジ、あれも 2mm なんで、あっちはね、両面テープがついてないんで、こっちの方がもしかしたら入れやすい。いや、間違いなくね、入れやすいんですね。ただ、取れやすいっていうのもあるんで、この辺はお好きな方、やりやすい方を使っていただければなと思います。こんな感じで入れていきます。はい、4つ出来上がりました。ちなみに青を使っているのはピンクよりも硬いからですね。ピンクだとなんかね、柔らかすぎるような感じがするんですよ。で、これを入れていくだけですね。はい、取り付けが終わりました。とりあえずこの状態でターミナルが動いちゃうと厄介なんで、モーターの方を取り付けていきたいと思います。とりあえずね、33,500回転のマッハダッシュモーターが転がっていたんで、これをね、取り付けていきたいと思います。もうこれは普通に。で、今回なるべくというか、ほぼ素組み状態で取り付けて、なんか走らせて、調整の方が必要だったらやっていこうかなと思います。まず素の状態っていうのをね、知らないと、なんか、この後どうしたらいいのかもわからないかなと思ったんで、とりあえず素組み状態でどれぐらいね、マシンのポテンシャルあるのかっていうのはね、一回見てみたいと思います。こんな感じですね。はい、取り付けの方が終わりました。次はカウンターギアですね。今回カウンターギアは 3.7 対 1EX ハイスピードギアを使っていきたいと思います。いわゆるちょい速ギアってやつですね。こっちが 3.5 対1の超速ギア。なんかね、この旧車種は 3.7 対1の方が相性がいいってちょくちょく聞いたんですよね。なので気になったんでこれを搭載してみたいと思います。あんまね、旧車種使わないんで、なかなかね、試す機会がなかったんですよね。で、520ベアリングに、カウンターギアのシャフトは、フッ素コートのものを使っていきたいと思います。これ素組みなんでね、ほぼほぼ入れるだけ。このカウンターギアのシャフトと擦れるところ、こういったところにもしっかりオイルを塗っておきたいと思います。これはね、
糸井レーシングさんのギアメタルオイルですね。これを入れて、ね、なじませて、ベアリングの方はベアリングオイルを塗ってあります。で、入れる。これでカウンターギアの取り付けが終わりました。とりあえず外れないようにギアカバーをして、この強化のギアカバーってこのターミナルがうまく入んなくて、僕ね苦手なんですよ。これ好きになれないですよね。ターミナルうまく入れる方法ないのかな。今回いつもねこれがこっち側がね入んない、アーチ側が入んないってねイラチになっちゃうんですが、こんな感じ。とりあえずね入れて、あとは一回組み立てていきたいと思います。はい、取り付けの方が終わりました。こんな感じ。タイヤがつくだけで全然変わりますね。すげえいい感じ。なんかね、一つ気になったのはこのスイッチのところ。めっちゃ飛び出てるんですよね。これもうニッパーでバッて切っちゃえばいいですよね。とりあえずね、一つ。まあなんか後でちょっと綺麗にしておきたいと思います。それで、橋渡しする時の注意点で、ターミナルとこのカーボンが当たってしまうと、ここね電気が流れて通電しにくくなったりとか、通電しなかったりとか、動きが止まってしまったりすることがあるらしいんですよ。本当だとこの当たる部分に絶縁処理をしていくんですが、とりあえずこの状態で一回電池を入れて確かめてみたいと思います。この電池のマークなくなるとどっちがプラスかマイナスかわからなくなっちゃいますね。こうね。ちょっとスイッチ入れてみたいと思います。動きますね、普通に。なんかカリ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 してますね。なんかカリ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 。グリス塗ってなかったんで、とりあえずグリス塗ってもう一回様子を見たいと思います。グリスはフッ素グリスを使ってこのオイルペンでね僕塗っていきます。この辺をただ塗るだけなんで特に説明するところはないんですが、こんな感じで出して塗っていきます。あとねこうギアとシャーシが擦れるところ、そういったところにも塗っていきます。この辺ちょっとサクサクやっていきますか。グリスの方を塗り終えたんで、カリカリ音取れてるのかな。とりあえずスイッチ入れていきたいと思います。こんな感じですね。いや全然カリカリ音取れてないですね。組み付けの方をして電池を入れてもしっかり動いたんで、ターミナルがこの橋渡しのカーボンに当たって電流がどっか行っちゃってるっていうんですかね、そんな感じのはないのかなと一応思うんですが、パッと見ねこうちょっと見えないか。橋渡しのこの端削ったんで、ターミナルとこう隙間があって当たってはいないんですが、不意に当たる可能性っていうのはあるかなと思うので、絶縁の処理をしておきたいかなと思います。もうやるのはこのターミナルが当たりそうなところ、ここにこれクリアカバーなんですけど、一応これを瞬着かなんかで貼っておきたいと思います。はい、こんな感じで貼り付けてみました。もう瞬間接着剤で貼っつけただけですね。微妙にね位置が何ていうんですかね、ずれたところにターミナルが当たるので、この辺しっかり当てがりながら当たる場所に貼っていただければなと思います。とりあえずねこれで組み付けていきたいと思います。組み付けが終わりました。一応回してみると
まあなんかそんなに変わったっていうことはないんですが、走らせてるとやっぱり何があるかわかんないんでね、こういった処理っていうのはやっといて損はないかなと思います。こんな感じでとりあえず動くようにしてみました。まあ、ギア周り結構うるさいし、カリカリ言ってるし、駆動も抜けてる感じがするんですが、とりあえずこの状態で、あとはフロント、リア、バンパーとか作ったり、提灯作ったり、とりあえずね、走らせる状態まで仕上げていこうと思います。いや、なんかいいっすね。なんかこの紫にライトグレー、やっぱいいですね。ロックナットも紫にしてみました。ちょっとここビス出ているのは後でカットしておきたいと思います。リア側はね、キャッチャーダンパーとかつけるかもしれないので、とりあえずこの長さでいきたいと思います。おお、跳ねないですね、あんまり。こんな感じ。いや、結構いいっすね。いや、ここまでね、ガチガチな感じっていうんですか、めっちゃ橋渡しとかしたフレキ作るのあんまないんでね、すごい新鮮ですよね。かっこよく仕上げていきたいかなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。